どうも、ケイスケです。今日はね、実はお休みだったんですけど、なんだかんだそわそわして動画撮っちゃうんですよね。なんかこうね、もう YouTube 始めてから3日とか撮らなかったことないんで、もうそわそわして撮り始めちゃいました。でですね、今日話したいのはですね、最近はね、こう年末企画というか年末に向けての企画をいろいろやってるんですけども、今日話したいのは2021年版僕の中でのソニーのミラーレスカメラのおすすめを全部まとめたいと思いますっていうのも、やっぱりまだまだこうね、これからカメラ始めるとかiPhone ね普段は撮ってて、これから真剣にカメラを始めたいんですっていう人も結構多いし、あとは最近やっぱりそのねこの状況が落ち着いてきてですね、結構外にも出れるようになって、やっぱりいい写真撮りたいよという人が少しずつ増えてきてるような気がします。そんな人のために僕はね、このソニーっていうメーカーのミラーレスカメラをめちゃめちゃたくさん使ってきたし、今も使ってるんですけども、その中でどれが一番おすすめかというのをご紹介していきたいと思います。もちろんこうね、安いのから高いのまであって、自分にはどういうのがベストかっていうのを見てもらうために、写真メインの人はこっちがいいよとか、動画メインの人はこっちがいいよって話も含めてしていきますので、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいなと思います。それでは早速いってみましょう。はい、ということで改めまして今日はソニーのねミラーレスカメラのお話なんですけども、そもそもソニーっていうねメーカーについてなんですけども、ソニーのミラーレスカメラって他のメーカーとどう違うのみたいな気になりません？僕はちょっと気になるんですけども、普段見てくださってる方はちょっとね重複になるかもしれないんですけども、一応聞いてください。で、ソニーっていうメーカーは実は他のカメラメーカーからするとすごいね新しいメーカーなんですよね。なんか僕のねあくまでイメージなんですけども、au ドコモソフトバンクだったらなんかソフトバンクに当たるような感じのイメージがなんかあります。で、こういうちょっと大きなカメラでレンズが交換できるタイプのものを、一般的に一眼とか言ったりするんですけども、今まで一眼レフっていうものが主流だった中から、もうここ 2,3 年ミラーレス一眼と、これもそうなんですけども、ミラーレス一眼というものがめちゃくちゃ主流になりつつあります。で、そのトレンドを作ったのがこのねソニーっていうメーカーです。で、僕が感じてるこのねソニーっていうメーカーの、カメラの特徴なんですけども、何個かあって、1個はやっぱりね軽くてコンパクト。他のカメラメーカーのカメラからするとかなり軽くてコンパクトなものが多いです。で、あと写真も動画もどっちも強いというのが特徴としてあります。で、3つ目、レンズがめちゃくちゃ多いと。ソニーというメーカー、さっきも言った通り、歴が浅いというか比較的新しいメーカーなんですけども、ただこのミラーレス一眼っていうねカメラのジャンルでは結構キヤノンとかニコンよりも新しいというか歴史がね長いので、レンズの種類もめちゃくちゃ多いし、あとはソニーだけじゃなく別のメーカー、例えばタムロンっていうメーカーとかシグマっていうメーカーからもソニーで使えるレンズが結構出てます。それが他のカメラメーカーだとあんまりないんですね。なんでそういうレンズの選択肢も広いっていうのが結構ねこのねソニーのミラーレスの特徴だと思います。あとはオートフォーカスですね。オートフォーカスは基本めちゃくちゃ速いですっていうので、本当ねどこのカメラメーカーも今はカメラめちゃくちゃいいんですけども、ただやっぱこれからカメラ始めるよっていう人が新しく持つものとしてやっぱ軽かったりとか、画質しっかりしてて、オートフォーカスしっかり効くよっていうのは結構いいと思うんですよね。僕はすごいおすすめしやすくて、そういう意味で結構ソニーのミラーレスは初めての人にかなりおすすめしています。さて、ここからね本題なんですけども、本題のまたさらにちょっとだけ前段として、そもそもこのねミラーレスに、大きく分けて2種類あるんですよ、ソニーのミラーレスは。で、この2つなんですけども、例えばこれ α6000 っていうカメラで、これは α7 III っていうカメラなんですね。で、この2つの違い、大きな違いは、見た目からねちょっとコンパクトだなと思う人もいるかもしれないんですけども、ここですね。はい、どんどんここのセンサーっていう部分があります。これカメラの心臓みたいな部分ですね。画質とかそういうものが決まっている部分なんですけども、これのサイズが APS-C っていうちっちゃめのサイズと、フルサイズっていう大きめのサイズの2種類があります。APS-C がちっちゃめって言っても、このね iPhone とかにも実はこのセンサーっていうのがあって、これのもう何倍もの大きさしてるので、全然ね iPhone とかより画質がいいと。で、細かい違いに関しては別のね動画に出しているので、こちらを見てほしいんですけども、ざっくり言うと、フルサイズのセンサーを持つカメラの方が、レンズも本体もちょっと大きくなりがちです。それでも他のメーカーよりはちっちゃいけど、その代わりやっぱり画質がいいというか、暗いところとかで撮っても綺麗に撮れますよというような特徴があります。対してこのね APS-C というねセンサーのカメラに関しては、フルサイズから比べるとかなりちっちゃい
で軽いで、本体だけじゃなくて、センサーが小さい分レンズも軽いものが多いんですよ。なんで総じて軽かったり、あと価格に関しても結構ね安いものが多いです。でこれ聞くと、どのぐらい画質違うのっていうね心配になると思うんですけども、パッと出してみます。で昼間撮ったら正直どっちもあんまり分かんないです。片方は α6400 っていうのを撮って、片方はね α1 っていうフルサイズのカメラで撮ってあるんですけども、α1 っていうのはフルサイズのカメラで、しかも80万ぐらいのね値段しちゃうんですけども、対してこのね α6400 は APS-C で、10万いくかいかないかぐらいで買えてっていうカメラで、それでもやっぱ日中撮ると全然差がないように見えます。これがやっぱ暗いシーンとか、あと星撮るよとかそういう風になってくるとやっぱフルサイズの方が良かったりとか、あとボケ感とかも結構フルサイズの方が大きかったりはするんですけども、日中ねメインで撮りますっていう人はAPS-C でも全然ね、綺麗に撮れるんじゃないかなと思います。あくまで1個の参考としてね基準で聞いてください。はい、ってな感じで早速ねカメラをご紹介していくんですけども、やっぱねカメラってそこそこ値段が高いです。でもどうしてもカメラにそこまで値段出せないよと、もう本当にとにかく安く、とにかくとりあえず始めたいんですっていう人は、僕はソニーの α6000 っていうカメラをおすすめしてます。僕もね昔使ってたんですけども、すごい画質も綺麗で値段もね中古とかだともう3万2万円台はないかな、3万ぐらいで買えるんですよね。ですごいコンパクト、このね α6400 よりも、さらに 100g ぐらい軽くて、すごいコンパクトなカメラで画質も十分綺麗です。4K 動画とか撮れないので、動画本格的にやりたいよっていう人にはねちょっとあんまりおすすめしづらいかなとも思うんですけども、それでもすごい動画も写真も、綺麗は綺麗なので、ぜひもうお金とりあえずなくてとにかく始めたいんですっていう人はそこから始めるのを僕はおすすめします。でせっかく買うならある程度ねお金も貯めて買いたいんですという人もいらっしゃると思うんで、その人たちに、APS-C のおすすめ、フルサイズのおすすめ個別にご紹介していきたいと思います。で APS-C カメラのおすすめとしては、僕は2つあって、1個は α6400、もう1個は α6400、これですね、はい、こちらの α6400、はい、と、もう1個は、今年新しく出た ZV-E10、この2つめちゃくちゃおすすめです。 ZV-E10 ですね、こっちの方が α6400 より僕の中ではややおすすめ度は高いです。で ZV-E10 に関してはこれねレビューはしてるんですけども、どういうカメラかっていうと、ですね4K 動画撮れます。4K 動画 4K30p まで撮影ができます。 4K 動画撮れて写真もちゃんと撮れますと。でバリアングルって言って、今ないわ、横にね画面が開くんですよね。でそうすると自撮りもしやすいと。基本ねこの ZV-E10 っていうのは Vlogcam っていうはい、これはねソニーのコンパクトデジタルカメラなんですけども、このデジカメの進化版のミラーレスバージョンという感じになっていて、すごく軽くて使いやすいし、でバリアングルだし自撮りもできるしってことで、僕は結構ねZV-E10 押しています。でさらにいいのが動画の時の電子手ブレ補正っていうのがついてるんですね。なんで動画こうやってね自撮りして撮影、歩きながら撮影するっていう時にも手ブレが少なく撮影できるっていうのがそのね ZV-E10 の特徴になります。でしかもよ、めちゃくちゃ値段が安くて、確かね ZV-E10 いくらだっけ、7万ぐらいじゃなかったかな。そうヨドバシカメラで本体だけだと、ZV-E10 のブラックが7万7000円とかで買えるんですよ。いやこの価格7万7000円、新品よ。新品の7万7000円って多分他の同じようなスペックのミラーレスカメラ、他のメーカーのを見てもここまで安いの多分ないです。多分同じようなスペックだったら一番安いと思うってぐらい ZV-E10 がめちゃくちゃコスパも良くて、動画も写真も撮れて、かつ動画の方には手ブレ補正ついてます。自撮りもできますということで、僕はね文句ないと思っています。ただ唯一難点を挙げるとすれば、ボタン類がすごい少ないので、本格的に写真撮りたいよって人は結構ねこのソニーのカメラってカスタムボタンっていうね、ものがあって、ここに独自の機能とか設定できるんですけども、結構こうね、使い込んでいくとこのカスタムボタンっていうのをかなり活用するんですよ。でそれがちょっと少ないよっていうのと、あとファインダーっていうのがないんですね。これからカメラ始めるよって人は結構 iPhone で撮ることも多かったと思うんで、このファインダーでね覗いて撮るってことはあんまり経験ないと思うんで、いらないのかもしれないんですけども、一応僕はねあった方が写真は撮りやすいんで、 ZV-E10 の難点としてはその辺かなと思います。でもそれを差し引いても 4K 動画撮れて、写真も全然十分撮れて、で手ブレ補正動画あります。で価格はね7万7000円ってもうめちゃくちゃスーパーコスパ最強カメラなので、これはねかなりおすすめできると思います。でそこからの違いとして α6400 僕はおすすめしてるんですけども、α6400 に関してはさっきも言ったファインダーっていうのがついています。はい、
ファインダーっていうのがついて、ここのね、はい、これがバリアングルっていう横に開くものだったのがチルトモニターっていうのになってます。で、僕は写真を撮るならこのねチルトモニターの方が正直撮りやすいんですよね、バリアングルよりも。あとカスタムボタンもね ZV-E10 よりは多かったりするし、ここね押すとフラッシュとか出るんですよ。なんでこういう細かい部分も含めて僕は写真を撮るなら α6400 の方がいいんじゃないかなと思っています。ただ動画を撮るってなった時に動画の手ブレ補正、さっき ZV-E10 にはついてた動画の手ブレ補正はついていないというのもあるし、あと値段もねちょっとだけ ZV-E10 より多分高いんですよ。確か Amazon とかだと10万円ぐらいじゃなかったかな、9万6000円ですね。本体10万いかないぐらいで買えると。でもまあ ZV-E10 が7万7000円なんでちょっとねそっからすると見劣りするんですよね。なんですけど、まあ僕ね結構このファインダーっていう存在が個人的には大きいので、まあファインダー必要だよとか写真メインでやるよっていう人は α6400 おすすめです。まあぜひね自分はどっちに合ってるかっていうのをね、見ながらちょっとチェックしてみてください。ちなみに、他にねAPS-C のカメラだと、α6600 っていうカメラと α6100 っていうカメラもあります。で僕ねちょっと α6100 に関してはもう ZV-E10 が出たんで ZV-E10 の方がいいかなと思ったりしてるんですけども、α6600 に関しては、ですね、α6400 と違うところとして、写真の時も手ブレ補正ついてるんですね。で、これちょっとね、難しい話なんですけども、さっきの ZV-E10 は動画の時は手ブレ補正ついてるんです。なんですけども、写真の時は手ブレ補正ついてないんですよ。で、α6600 に関しては動画の時の電子手ブレ補正はついてないけど、一応このね本体自体に手ブレ補正が内蔵されてるんで、写真も動画も基本手ブレ補正が効くと。ただ動画の時の手ブレ補正は多分 ZV-E10 の方が強いと、そんな感じになってます。でかつ α6600 はバッテリーがね1個サイズが大きいものになってて、結構1日使っても持つぐらいのバッテリーになってるんですね。はい、これですね。はい、これが α6600 と同じバッテリーで、α6400 のバッテリーはですねちょっとコンパクトなんですよ。はい、なんで α6400 はやっぱ1日使ってるとちょっとね電池持ちが悪いかなっていう感じで、 α6600 は1日は持つ、なので一応補足情報としてお伝えしておきます。これやばい、長くなりそう、やばい、もう20分乗ってる。はい、ということで僕のおすすめカメラとしては、ZV-E10 がやっぱり動画も写真もやる人っていうのにおすすめで、 α6400 は写真に集中したいよと、フォーカスしたいよっていう人におすすめのカメラでした。はい、で APS-C はこの辺にしてフルサイズの方に行きましょう。ケイスケの動画で、ソニーといえばやっぱフルサイズミラーレスなんですよ。もう今の時代としてはこのフルサイズでミラーレスカメラっていうのがめちゃくちゃこう主流というか、もう初心者の方でもこのフルサイズっていうのを使ってるぐらい、めちゃくちゃ主流になっています。でフルサイズカメラのおすすめとしては僕はやっぱりですねこれですね、α7 III。 もうこれが動画も写真もやる人には僕はめちゃくちゃおすすめです。で僕はもう本当にこのカメラと一緒に 2,3 年ずっと写真とか動画撮り続けてきたんですけども、すごいいい思い出ができました。めちゃくちゃ写真とかもこんな感じで綺麗に撮れてるし、動画とかもねすごく綺麗に撮れてて、言うことはないですね。値段はもちろんさっきの APS-C からすると高いです。新品だと21万ぐらいか。それでもそれ相応の写真も撮れるし、動画も僕はね基本 4K が撮れればそれで十分だと思うんですよね。でこれのね1個上位機種で α7 IV っていうのも実は海外で発表されて、多分来年ね日本でも発売されると思うんですけども、そのカメラとかだと多分予想の価格として30万下手したら超えてくるんですよ。なんでそれ考えると僕は α7 III の方がまだねおすすめかなと思っていて、細かい違いはあるけど、その違いはね動画で見てほしいんですけども、そういう細かい違いはあれど僕はですねこの α7 III がやっぱ一番おすすめかなと思います。いいところとしてはもちろん 4K 動画撮れる、写真はめちゃくちゃ綺麗、オートフォーカス爆速です。で残念ながらバリアングルではないので自撮りはしにくいんだけども、バッテリーは結構ね持つこのね大きい方のタイプなんで、2、3日普通に写真撮ってる分には全然持つかなという感じです。これを買ってもあと 3,4 年全然ね普通に使えるぐらいのスペックは持ってるんで、僕はこっちを押します。でただちょっとねそこまで価格出せないよっていう人は、僕最近ねこの前妹にあげちゃったんですけども、 α7 II っていうカメラも結構おすすめです。で α7 II っていうカメラはもちろんね α7 III と同じようなスペック、写真としてはもうどっちもね同じぐらい撮れるんですよ。同じぐらい撮れるんですけども、動画はちょっと 4K 撮れないと、値段としては新品で12万ぐらいなんですね。なので写真だけやるよっていう人は僕は α7 II でもいいかもしれない。で、ただ一応難点だけお伝えしておくと、動画 4K 撮れませんよっていうのと、あとオートフォーカスはやっぱ α7 III の方が早いです。
で α7-2 はコントラスト AF ってちょっと遅いね、オートフォーカスしかないんですけども、それでも全然使えるぐらいオートフォーカス早いんで、全然十分なんですけども、α7-3 ほど爆速ではないっていう感じです。で、バッテリーも一回り小さいんで、1日ぐらいかな、バッテリー持つぐらいなんですけども、それでも10万円変わって写真がほぼ同じクオリティで撮れるんだったら、僕はね、この α7-2 もめちゃくちゃいいんじゃないかと思ってますんで、ぜひこれから写真始めるよって方は、こちらも検討してみてください。で、一応ね、他のフルサイズカメラ、ラインナップで結構たくさんカメラがあるんで、他にも補足として入れておくんですけども、この α7-3 と対をなす存在みたいなところで、α7-C っていうカメラもあるんですね。で、α7-C に関しては、ちょっと α7-3 よりはコンパクト。で、基本ほぼスペック同じなんですけども、唯一 α7-C がバリアングルっていうのがついてるというものになっています。だし、細かいね、動画のオートフォーカスとかも α7-C 改善されてるんですね。で、僕はね、この動画でも言ってるんですけども、個人的には動画やるんなら α7-C でいいと思う。そっちの方が後々ね、取り回しとか楽になるんで、α7-C の方がいいと思います。なんですけども、写真メインでやるよ、写真本格的にやりたいよっていう人は α7-3 の方がね、こういうね、覗き穴が真ん中にあるっていうのもあるし、あとはシャッタースピードも多分高くいけるんじゃなかったな。みたいなところとかもあるんで、ほぼ対応なす存在としては、動画メインでやりたいよって人は α7-C、写真メインでやりたいよって人は α7-3 がおすすめです。さらに、それの上位機種として、α7 シリーズって、無印 α7-3、α7S、α7R シリーズ、α7C っていうカメラもありましたけども、そういう風に3つに分かれていて、そのさらに上位に α1 とか α9 っていうカメラとかあったりするんですね。で、α7S に関しては僕今動画で使ってるんですけども、かなり動画専門の方。画素数っていうのは少なくして、暗いところでもめちゃめちゃ綺麗に撮れるよっていうのが α7S シリーズ。で、α7R シリーズっていうのは反対として、画素多くしましたと。なんで、ポスターとかそういう印刷にも全然使えますよっていうのが、この R シリーズの特徴になっています。で、R シリーズに関してはもう本当に仕事で使う人というか、ポスターとか印刷するよっていう人はめちゃめちゃおすすめかなと。で、α7S シリーズの特に α7S3 は僕も今使ってるんですけど、マジ神機で、ただちょっとね、値段が高かったり40万ぐらいするんですよね。値段は高いんですけども、それでもこのスペックのカメラって他のメーカー見てもほぼなくて、4K120p っていうのが撮れたりとか、動画でのオートフォーカスっていうのが効いたりもするんで、動画本格的にやりたくて、もうここに命をかけるんだって人は、このカメラめちゃおすすめです。で、α1 っていうのはね、ちょっと高いんで省きます。さすがにこのね、80万ぐらいのカメラっていうのもかなりマニアックな話なんで、これを知ってこれを買おうと思ってる人は、多分この動画の対象外だと思うんで、ちょっと省きます。で、多分ね、気になってる人が多い α7-4 の話ですね。来年出る α7-4 の話。で、α7-3 からどう進化したのっていうところで言うと、大きく色がまず1個変わりました。カラープロファイルっていうのがかなり変わって、色がね、めちゃくちゃ良くなって、肌の色とかがすごい良くなったんですよね。っていうのと、あとは動画で10ビットっていうのが入りました。で、あと 4K60p っていうね、これ 4K の 30p っていうのしか撮影できなかったんですけども、4K の60まで撮れるようになってます。で、あと動画の時の電子手ブレ補正っていうのが、これもね、手ブレ補正はついてるんですけども、動画の時の電子手ブレ補正っていうのはついてなかったんで、それがつきましたというようなカメラになっていて、で、どうかって話なんですけども、4K でスローモーションを撮らない。で、予算もそこそこ出せます。で、写真も動画もやりたいんですっていう人にとっては α7-4 はめちゃくちゃぴったりだと思います。なんですけど、このね、30万って価格ってもう結構プロフェッショナルの人というか、本格的にね、仕事を受けてやりますとか、アマチュアでもハイアマチュアっていう人の、価格帯だと思うんで、そういう人って、どっちかというと写真メインとか、どっちかというと動画メインっていうのが多分決まってて、動画メインだったら、それよりもちょっとね、予算出して α7S3 の方がおすすめだし、写真メインだったら、用途にもよるとは思うんですけども、α7-4 は確かにおすすめかな。プラスでね、このね、α1 っていうのに行ったりとか、するとは思います。なんで、ここはね、ちょっとおすすめっていうか、もはや、この自分の予算と合ってるのに合わせて人それぞれがどうしてもあるんで、もう、なんていうのこう手をもう、バン広げて、もうこれが絶対おすすめですって言えるカメラではないんですよね。あくまで今回は新しくカメラ買う人がどのカメラ買ったらいいかっていう視点で僕はね、お伝えしてるんで、その辺のね、補足だけしておきます。で、ちょっと長くなりましたが、フルサイズのカメラとしておすすめは、やっぱり α7-3、もしくは動画メインでやる人は α7-C ですね。で、値段がそこまで出せないよって人は α7-2 でも全然ね、十分写真は撮れますんで、ぜひ参考にしてみてください。ケイスケの動画
はい、ということで30分喋りました。日もね、ちょっと暮れ始めて、はい、僕のね、喉も枯れ始めてますが、いかがでしょうか。で、こんな感じでね、結構いろいろカメラおすすめしてあって、全部ね、ご紹介したものを概要欄に貼っておきます。で、最後にね、ちょっと忘れてほしくないこととして、カメラを選ぶときは、僕はフィーリングでいいと思います。なんだろう、手に持ってみて、すごいしっくりくるとか、なんかこの辺がやっぱかっこいいなって思えるとか、あとは、あの人が使ってるから真似したいとか、そういうなんか心のモチベーションっていうのはやっぱりないと、どうしてもこうカメラっていうのが持ち運ばなくなっちゃうとか、モチベーションっていうのが下がっちゃうと思うんですね。なんで実際にこう手に持ってみて、このカメラやっぱいいなと思ったビビッときたものを、もう本当に今の情報とかも全部無視してもらって、これいいわと思ったものを買うっていうのもめちゃくちゃ一番それがいいとは思いますんで、ぜひですね、もちろん僕のね言った意見っていうのも参考にしていただきつつ、どうしても迷った時はその最後自分のフィーリングっていうのにね合わせて買うと絶対後悔しないんで、ぜひね自分の直感っていうのも信じて買ってみてください。ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、またチャンネル登録、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。噛んだ。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございます。